こんにちは、四国メタンです。今日は東京在住の鳥迫が秋田まで行ってきたのだ。試合翌日には観光しているから最後まで見てね。それで今回は東京からどうやって秋田に行くのかしら。今回は飛行機で羽田から秋田に向かうのだ。始発で電車に乗るくらいなら秋田新幹線でもよかったんじゃないの。今回は日本航空のマイルが貯まったから特典航空券で乗っていくのだ。ってことは今回の往復航空券はタダってことね。飛行機の方が移動時間も短縮できるし、秋田にいる時間も長くできるから飛行機移動にしたのだ。ということで秋田に着いたのだ。1時間で着いちゃったわね。今は午前9時だから午前中は観光に時間を当てるのだ。まずは秋田駅西口から歩いて。最初の目的地に着いたわね。ここは千秋公園で昔は久保田城だった場所なのだ。もう秋田は葉っぱが色づいているわね。東京とは違ってひんやりしてて上着を持ってきて正解だったのだ。でももともとお城だったとはいえ何かが物足りないのだ。今私たちがいるところは黒門関といって、足元を見ると四角いくぼみが見えるわよね。確かに葉っぱが邪魔してるけどくぼみがあるのだ。それが門を支えていた柱の一部だったのよ。はい。ところで久保田城って誰のお城でいつの時代に建てられたのだ。久保田城は1604年に建てられて佐竹義信が城主なのよ。佐竹氏はもともと当時の茨城県に位置する常陸の国の生まれなの。でもなんで茨城から秋田に引っ越したのだ。関ヶ原の戦いにおいて佐竹義信は日和見で、戦い後も徳川家康に2年近く死者も令状も送らなかったの。だから家康にとっては統一後に佐竹氏を秋田に移動させたのよ。放置してたら移動させられたとか。対応は早くしておくべきだったのだ。それじゃ次は西に移動していくのだ。次は秋田市立赤レンガ郷土館という場所ね。1階部分が白レンガで2階が赤レンガの紅白なのだ。ここは秋田銀行の本店本館として1912年に建てられて、1969年まで銀行として営業していたの。中に入ると銀行とは思えない空間なのだ。さすがに外壁や内部も補修しているとはいえ、そのままの外観を維持しているのはすごいのだ。耐震性や空襲の被害を負わなかった場所にあったのも要因ね。バロック様式の内装で天井の模様など細部にわたって抜かりないわね。ということでスタジアムに向かうのだ。実は中の人も考えていて、最初に千秋公園、次に赤レンガ郷土館と少しずつ西に移動しているの。ということは観光しつつもソユーススタジアムに近づいているのだ。道中にはコンビニもあるし、15分くらいでスタジアムに着くわよ。スタジアムに着いたけどもう応援歌が聞こえるのだ。ソユーススタジアム一帯は矢橋運動公園が管理していて野球場もあるの。そこでは高校野球が行われていて、球場外ではアップをしていた高校球児がいたわよ。プレーボール裏に入ろうとしたらサポーターたちがバス待ちをしていたのだ。ちょうどスタジアムに来たのも12時を少し過ぎていたから、バスが来てもおかしくないわね。大分サポは選手を乗せたバスが来る5分前から応援歌を歌い出したのだ。選手バスが来てからじゃなくて、応援歌を歌うのは気合が入っているわね。それじゃ荷物も受けたしスタブルを食らうのだ。まずは角煮まん、甘辛いタレに肉厚チャーシューでうまい。続いてはサラダイな庭うどんを食らうのだ。ノンアルビールも加えたわよ。サラダとうどんを一緒に食べるとサラダのシャキシャキと麺のもっちりで食感が楽しいのだ。締めはチーズバーガーよ。注文を受けてからバンズを鉄板焼きする本格派なのだ。少し提供時間はかかるけど、分厚いパテと厚切りのみずみずしいトマトがマッチしていたわ。食べ終えたことだし、そろそろゴール裏に行くのだ。もうすぐキックオフなのだ。
今日の試合に勝って他以上次第では J2 残留が決まる大事な試合よ。前節の水戸戦ではスコアレスドローだったけどゴールも奪えていて守備が安定していたのだ。前節では後半に攻撃が噛み合ってきてチャンスもあったけど水戸のキーパーに防がれていたわね。今回もスタメンとサブを見ても豪華な顔ぶれなのだ。怪我人も復帰してきて誰が交代で入っても試合クオリティを下げないメンツね。それから今日の大分のゴール裏には100人近いサポーターが来たのだ。まさしく少数精鋭のゴール裏ね。それじゃ試合終了まで守るのだ。これで大分は来年も J2 で戦えるわよ。今日の試合は今年で一番の出来だったと思うのだ。なんといっても大分はセカンドボールを回収できて攻撃に持っていけたのは良かったわね。中盤の選手たちが頑張ってくれたおかげで前線も守備もやりやすかったと思うのだ。ゴールシーンをおさらいしても鮎川選手の先制点もキーパーまでのプレスが功を奏したわね。ゴールに対する執着心がゴールという結果に結びついたのだ。追加点のデルラン選手のボレーシュートも強引さがあって大分の日本人選手もブラジル人選手のようなチャレンジはお手本になるわね。それじゃ今回は秋田に1泊するからゆっくりスタジアムを出るのだ。ホテルで少し仮眠を取ってから J2 残留の祝杯をあげるのだ。1軒目は稲庭うどんで有名なお店の広文五年堂で乾麺と生麺の味比べをするわよ。左が生麺で右が乾麺なのだ。どっちも美味しいけど僕は生麺の方が喉越しが良くて大好きなのだ。それから比内地鶏のつくねと焼き鳥があってつくねはしっとりと甘く焼き鳥は弾力があって噛むほど旨味が舌に伝わってくるわ。日本酒は秀吉飲み心地よく度数の割にはしつこくなくすっきりしてるのだ。2軒目はいろはにほえとデビールとトロホルモンを食らうのだ。ここの居酒屋は東北地方をメインに出店していて東京や大阪九州にはない居酒屋チェーンよ。このトロホルモン甘辛いタレが食欲をそそるのだ。この後ご飯と唐揚げも注文したわよ。最後の締めはラーメンなのだ。しかも焼き飯もついてるじゃない。ここは末広ラーメンで秋田に本店を構えるラーメン屋さんなのだ。本当はソユーススタジアムの近くに本店があるのだけどホテルで仮眠したりだから今回は秋田駅前のお店に来たわよ。なんといっても黒いスープはたまり醤油でカウンターの上に置いてあるネギも入れ放題なのだ。それからチャーシューも豚バラ肉で他のラーメン店とは違うのよ。焼き飯もたまり醤油を使っているから見た目も黒くて口に入れると卵黄の濃厚さとほんのりニンニクが効いていて食欲が止まらないのだ。おはようなのだ。今回は秋田遠征2日目だけどどこに行くのかしら。今回はレンタカーを借りて観光していくのだ。ということで目的地に着いたのだ。朝はしとしとと雨が降っていたから肌寒いわね。実は Google ナビ通りで走らせたら豪雨災害による復旧工事の通行止めにあったのだ。本当は通行止めの伊達看板もあったんだけど見落としちゃったんだよね。それじゃ駐車場から目的に歩くのだ。本当に綺麗な場所ね。ここは布野市の滝といってスムーズに行けば秋田駅から車で30分あれば着ける場所なのだ。ちょうど紅葉の葉っぱも風で落ちていて川に流れる落ち葉が素敵ね。空
気もとても澄んでいてマイナスイオンがすごそうなのだ。こういう自然は見ているだけでも飽きが来ないわね。昨日行った久保田城や赤レンガ郷土館は文化や歴史的背景を説明しようとすればいくらでも説明できるけど、こういった自然に対してはごまかしが効かないのだ。こういうのはなんでこういった形状の滝なのか地学といった科学で説明もできるけど、あるがままの自然に対して人は手をつけないという敬意を感じるわ。続いては宗谷峡に着いたのだ。滝からは2キロしか離れていないからセットで見るといいわね。天気も良くなって青空と雲、そして紅葉が素晴らしいのだ。この川も布の滝から流れてきているのよ。ちなみに岩肌が見えているのは昔近辺の沼が破れて流れ出した時にできたのが名残なの。は続いては日田市の隣にある大仙市で温泉に浸かるのだ。やっぱりせっかく秋田に来たからリフレッシュできる場所にも行かないとね。宗谷峡から車で20分で行ける場所なのだ。長時間運転じゃないのもよく考えているわね。今回は四季の湯に入湯したのだ。温泉は無色透明で温泉特有の匂いもしなかったわね。それからサウナと水風呂もあるから整えてきたのだ。最後に道の駅に行ってお昼ご飯を食べるのだ。最後の目的地である道の駅京和に着いたのだ。月曜日とはいえ意外と観光客が多いわね。それから仕事で来ていたハイエースやユニック車もいたから幅広い客層がいたのだ。それでここでは何を食べるのかしら。今回は熊肉カレレをいただくのだ。秋田はクマがよく出るってニュースになるぐらいだもんね。肝心の熊の肉だけど最初は牛肉に似た食感と味わいで噛むほどに独特の匂いがするのだ。いわば獣の匂いってやつね。その表現でもいいんだけど魚の血合いを食べた時に近い匂いだったのだ。でも不思議とカレーライスとしてまとまっていて美味しいのだ。帰りの飛行機が16時45分だから食べ終えたら空港に向かわなくちゃね。ということで秋田空港に着いたのだ。秋田駅でレンタカーを借りて返却は秋田空港で済ますという作詞っぷりね。秋田駅に戻らなくてもよいし空港バス代も浮かせることができたのだ。そろそろアウェー秋田の遠征もおしまいね。東京からとはいえ秋田までは600キロも離れているから勝つこともできてしっかり観光もできたからいいことなしなのだ。それで次の観戦はどこになるのかしら。次回は11月10日のリーグ最終節であるアウェー仙台に行ってくるのだ。ついに今年もこの試合が最後になったわね。今回のような戦い方ができれば大分は仙台に負けないと思うのだ。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうなのだ。